今が旬の牡蠣やが、今回は死ぬほど米が進む牡蠣の食い方を紹介しよう。まずはキノコからカットしていく。でかすぎるんで横半分にカット。そっから厚めにカットしていく。エリンギは一口大よりやや大きめ、やや厚めに切っておくと食感が楽しめておすすめだ。厚めに切って焼いたエリンギはそれこそ肉のような食べ応えがあってうまい。お次はトッピング用のレモンだ。表面をよく洗い、カットレモンを用意する。生のレモンがなくてもレモン汁があればそれで OK や。今回はワンカットだけ使うが、余った場合はレモンサワーで使ったり、酒を飲まない人でもレモン水として飲むと美味しい。またそのうちレモンを使ったレシピを紹介する予定だ。気長に待っていてほしい。最後に牡蠣の下処理をしていく。牡蠣を洗うときは塩水で洗う。結構きつめの塩分濃度で海水で洗うイメージだ。ちなみに海水の塩分濃度は 3% ちょいだ。塩以外にも片栗粉や大根おろしで洗う方法もあるが、まあ塩を使うのが一番手っ取り早い。このひだひだの部分に汚れが溜まってるんで、この部分を特に重点的に洗うといい。牡蠣は身が柔らかいんで優しくデリケートに洗うんや。見ろ、こんだけ水が濁っている。牡蠣はそのままやと結構汚れがあるんで、腹を壊したくなければしっかりこの処理はやるように。水が濁ってきたら水を入れ替えながら濁らなくなるまで洗う。だいたい 3,4 回ほど入れ替えれば OK だ。ちなみに牡蠣は生食用と加熱用の2種類あるが、迷ったら加熱用を買っておくと間違いない。生食用の牡蠣は菌を殺すために数日間断食させた牡蠣を使う。そのため痩せ細った身のものが多いが、加熱用はそういった処理をしないため栄養も残っていて身がプリッとしてるものが多い。もちろん生では食えんが、火を通す前提ならば迷わず加熱用を買うといいだろう。洗い終わった牡蠣はキッチンペーパーでしっかり水気を吸収しておく。ここでも身を潰さんようにあくまでそっとや。牡蠣はこのまま焼くとどんどん水分が抜け身が縮まりやすいんで、白い粉をまぶして衣をつけておくことが上等手段だ。この白い粉小麦粉をまぶしておくことで焼いた時に生じる水分の流出を防ぎ、身も縮まりにくくプリッとした食感を楽しめるようになる。またタレの絡みも良くなる。さらにここでもう一工夫。この白い粉にとあるルートで入手したこの青い粉を混ぜ込み、上等な混ぜもんの粉を作る。こうやって衣にハーブなどを混ぜ込むのはフライドチキンなんかでよく使われる手法だが、今回は磯で育った牡蠣と相性抜群の青のりを加えてみる。こうすることで口に入れた時にほのかに磯の香りが鼻から抜け、ぶち決まります。全体的にまぶさったら軽く粉をはたき落としておく。このまま置いておくとべちょべちょになるんで、粉をまぶしたらすぐ調理に取り掛かる。というわけで仕込みは以上だ。フライパンが温まったらそこにエリンギを投入。サクッと油を絡ませたら軽くスペースを空けてそこに牡蠣を勝ち込ませる。具材をフライパン全体に広げ、焼き目をつけるように焼いていく。牡蠣は火を通しすぎると身が縮んでプリッと感がなくなるんで、火加減は中火で柔らかく火を入れていく。具材にうまそうな焼き目がついたら OK だ。小ぶりの火が通った牡蠣は火を通しすぎないようにキノコの上に乗っけて逃がしておく。全体的にうまそうな焼き色がついてきたら味付けといこう。酒大さじ2、
みりんを大さじ1、醤油を大さじ1半、もしあればオイスターソースを小さじ1入れて、さらに牡蠣の旨味を追加するとうまい。ないならないで大丈夫だ。アルコールが飛んで調味料が少し煮詰まってきたらバター 10g 投入。バターが溶けてソースに濃度がついたら完成だ。あまり長々炒めてるとどんどん牡蠣が縮んで、全体が絡まったらさっと撤収や。仕上げに黒胡椒を回しかけ、そこにカットレモンを添えて完成。磯香る牡蠣のムニエル。いただきます。なんちゅう罪深き味。米が進む。焼き目がついた香ばしいエリンギと牡蠣。牡蠣はしっかり火が通ってるが、しかしきっちり下処理をしたせいで身が縮まず、プリッとしたクリーミー感も残っている。厚めに切ったエリンギもプリップリ、実にいい食感だ。そして味付けも完璧や。米が進む王道の味付けに加えて、バターとオイスターのコクが米を無限に口に運ばせる。粉をまぶした牡蠣は旨味が外に逃げず中にとどまったまま、タレの辛みも抜群にいい。そして混ぜもんとして加えた青のり、こいつのおかげで飲み込んだ後にほのかな磯の香りが鼻から抜ける。そして味わいに奥行きが生まれる。磯で育ったものは磯にキス。混ぜもんありやが、こいつは実に上等な粉や。一見こってりしてそうだが、そこにレモンをぶっかけることによってキリッとした爽やかな酸味が加わり、いくらでも箸が進む。実は影の主役はこのレモンだ。こいつが実にいい仕事をしている。この一品はレモン必須だ。市販のレモン汁でもいいんで必ず用意しておいてほしい。あっちゅう間に完食。実に罪深き味でありました。ごちそうさまでした。